こんにちは、月島です。今回メインの撮影機材として使用するためにソニー α6600 を購入しました。私自身は今までデジカメでオートでしか撮影したことのないカメラ初心者ですが、最近動画撮影をするようになり、画質の向上を目指してカメラを勉強したいと思いました。また今回の動画では5つの項目に分けて開封や購入した理由などを話していきたいと思います。それでは開封をしていきます。はい、それでは内容物の確認をしていきます。カメラ本体、バッテリーパック、AC アダプター、ショルダーストラップ、ボディキャップ、アクセサリーシューキャップ、アイピースカップ、マイクロ USB ケーブル、取扱説明書と保証書、そして購入したアクセサリーです。純正バッテリーチャージャー、液晶保護ガラス、ハンドストラップです。はい、それではカメラ本体を見ていきたいと思います。α6600 は APS-C センサー搭載のミラーレス一眼カメラで、このタイプの中では最上位モデルです。フルサイズのカメラより小さく、コンデジより大きいサイズのカメラです。いきなりフルサイズのカメラを購入するよりちょうどいいサイズのカメラだと思いました。本体はマグネシウムボディで高級感があります。α6600 は他の6000シリーズよりグリップ部分が大きいです。バッテリー容量が大きいタイプのものが搭載されたためです。またそのおかげで手に持った時にホールド感が増して持ちやすくなっています。そしてフラッシュは搭載されていません。必要な場合は別途購入します。左側面です。左側面にはマイクロ HDMI 端子、マイクロ USB 端子、外部マイク端子、イヤホン端子があります。そして背面、チルト液晶搭載で自撮りにも対応しています。そしてボタンの配置はソニーのカメラはだいたい同じですので RX100 で慣れている私には安心感があります。そして底面、
三脚穴とここにバッテリーとメモリーカードを入れます。はい、そしてこちらがパッケージです。スペックの確認をしてみたいと思います。APS-C サイズ2420万画素、 ISO100 から32000、1秒間に11コマの連写が可能、425点位相差オートフォーカス、リアルタイム瞳オートフォーカス、リアルタイムトラッキング、マイクロフォンジャック、ヘッドホンジャックがあります。はい、カメラ初心者が α6600 を選んだ理由です。カメラやレンズを理解したかった、世界最速のオートフォーカス性能、180度チルト液晶とタッチパネル搭載、レンズの交換ができる、30分の録画制限がなくなった、バッテリーが大容量。動画撮影をするようになって急にカメラが身近になり興味が湧いてきました。今は少しだけ理解している程度ですが、 F 値や焦点距離などカメラやレンズをもっと理解して使いこなしてみたくなりました。今までコンデジの RX100 Mark IV をメインに使用して動画を撮影してきましたが、ピントがなかなか合わず苦労していました。モニターもタッチパネルではなかったです。α6600 のオートフォーカス機能に期待しています。パナソニックの GH シリーズも検討していましたが、ピントが合うのに時間がかかるというレビューが多かったので、今回 α6600 に決めました。実はカメラを選んでいる時にフルサイズカメラの α7 も検討していました。ですが自撮りに対応していなかったので α6600 を選びました。レンズを交換できるというのも今回ミラーレスのカメラに決めた理由の一つです。カメラ初心者の私は RX100 Mark IV をタッチパネルを搭載している RX100 Mark VII に買い替えようかなと考えていました。でもカタログを見ていたところ、ズームが強化された分暗いレンズに変更になってしまったようで、普段暗くて狭い部屋で撮影している自分には不向きなスペックなのでどうしようか悩んでいました。そんな経緯でレンズを交換できるミラーレス機にすることにしました。録画時間制限について、実際自分の撮影スタイルだと30分以上長回しすることはほぼないのですが、制限がないのは安心できます。バッテリーが大容量なのも安心です。はい、いかがだったでしょうか。私が使うにはだいぶオーバースペックな気もしますが、これから勉強してどこまで使いこなしていけるのか楽しみです。ピクチャープロファイルも覚えてみたいです。今回撮影機材を一新することにしましたので、レンズともう1台カメラを購入しました。カメラ系の開封レビューが続くと思います。それでは最後までご視聴ありがとうございました。